勝慎太郎、通称勝慎。破天荒でありながらどこか壊れそうな孤独を抱えていた俳優。私もあの有名なパンツ事件テレビで見てました。それでは聞いていきましょう。勝慎太郎は京都に生まれた。父は長唄の世界で名を知られた人物で、家の中には常に芸事の空気が流れていた。幼い頃から芝居や音に囲まれて育ったが、勝慎太郎は最初から優等生の役者ではなかった。じっとしていることが苦手で、感覚のままに動く。周囲の大人たちを困らせることも多かった。だが、その頃から妙な色気があったと言われている。まだ若いのに人の視線を奪う。場の空気が自然と彼に向いてしまう。そんな不思議な存在感を持っていた。若い頃の勝慎太郎は決して順調な役者人生ではなかった。兄の若山富三郎は早くから評価されていく。だが弟の勝慎太郎は不器用だった。芝居を理屈で覚えられない。型通りにもできない。監督に怒鳴られることも少なくなかった。それでもカメラが回る瞬間だけ空気が変わる。普段はだらしなく座っていた男が本番になると別人のような集中を見せる。スタッフたちはその変化に驚かされていた。現場では急に黙り込み、誰とも話さなくなることもあった。重たい沈黙が流れ、スタッフも近づけなくなる。だが本番になると目つきも呼吸も立ち方も全部変わる。その瞬間、現場の空気が一気に張り詰めた。共演者の中には勝慎太郎との芝居は怖かったと語る者もいる。何をしてくるかわからない。台本通りに動かない。だがその危険さが逆に目を離せない。そんな役者だった。撮影直前まで眠っていたのに、カメラが回った瞬間だけ別人になる。監督が OK を出しても自分で納得できなければ撮り直しを要求する。感覚で芝居を作る男だったが、その感覚は異常なほど鋭かった。やがて彼は人生を変える役に出会う。座頭市、盲目の侠客という難しい役だった。だが勝慎太郎はただ強いヒーローとして演じようとはしなかった。本当に目が見えない人間はどこへ顔を向けるのか、どんな風に耳を使うのか、どこに重心を置いて歩くのか、実際に盲目の人を観察し、その感覚を体へ落とし込んでいった。撮影中も相手役と視線を合わせないことを徹底したと言われている。その異様なリアルさが座頭市に本物の孤独を与えていった。盾の場面では刀が速すぎてカメラマンが追えなかったとも言われる。だが本当にすごかったのは切る瞬間ではない。切る前の沈黙だった。静かに立っているだけで観客が息を止める。勝慎太郎にはそんな空気があった。彼は芝居はまだと語っていた。怒鳴ることより黙ることの方が怖い。その感覚を本能で理解していた。だから彼の芝居には説明が少ない。なのに感情だけは異様に伝わってくる。笑っていてもどこか寂しい。豪快なのにふと孤独がにじむ。その矛盾が観客を強く引きつけていった。座頭市は国民的人気となりシリーズ化されていく。だが勝慎太郎は成功しても落ち着かなかった。撮影現場で突然演出を変える。台本を破る。納得できなければ撮影を止める。監督と衝突することも珍しくなかった。それでも次の本番で誰も想像できない芝居を見せる。だから周囲は怒りながらも彼を必要としてしまう。
勝新太郎は演技を作る役者ではなかった。人生ごとスクリーンへ持ち込む男だった。酒も豪快だった。夜の街で騒ぎ、周囲を振り回す。だがその一方で、後輩やスタッフには異常なほど気前が良かった。困っている人間を見ると放っておけない。その場で札束を渡してしまうこともあったと言われている。破天荒で危険で面倒くさい。なのに人が離れない。勝新太郎とはそんな男だった。勝新太郎は成功によって自由になったのではなかった。むしろ名声が大きくなるほど彼の危うさは外へあふれていく。座頭市で時代をつかんだ男はやがて現場を支配し、映画界そのものとぶつかっていく。豪快さ、優しさ、孤独、そして破滅に近い生き方。勝新太郎という怪物の本当の姿はここからさらに濃くなっていく。勝新太郎は演技を作るのではなく、人生ごとスクリーンに立つ人物だった。後半ではさらに光と影を追っていく。では続きをどうぞ。座頭市の成功によって勝新太郎は国民的スターになっていく。だがその成功は彼を穏やかにはしなかった。映画界での発言力は強くなり、現場でも誰も簡単に口を出せない存在になっていく。気に入らない芝居なら撮影を止める。納得できなければ監督とも衝突する。勝新太郎の存在は次第に映画界そのものを振り回していった。やがて彼は自ら映画会社まで立ち上げる。普通の役者では終わりたくなかった。自分の感覚で映画を作りたかった。だがその生き方は次第に周囲との摩擦を大きくしていく。現場ではさらに誰も予測できない存在になっていた。台本通りにやらない。セリフを突然変える。本番で全く違う空気を出す。共演者たちは常に緊張していた。何をしてくるかわからない。だがカメラが回ると誰も目を離せなくなる。その瞬間だけ現場の空気が完全に勝新太郎に支配される。そんな役者だった。撮影直前まで酒を飲んでいたのに、本番になると別人のような集中を見せる。監督が OK を出しても自分で納得できなければ撮り直しを要求する。その異常な熱量に周囲は振り回されながらも圧倒されていた。やがて彼は世界的監督である黒澤明とも衝突する。映画「影武者」の撮影だった。怪物のような監督と怪物のような役者、互いに譲らなかった。勝新太郎は自分の芝居を曲げなかった。黒澤明もまた自分の映画を曲げなかった。結局勝新太郎は途中降板となる。普通の役者なら問題として終わる。だが勝新太郎の場合はその衝突ですら伝説として語られていく。それほど存在感が異常だった。酒の席でも豪快だった。大声で笑い、派手に暴れ、周囲を驚かせる。その場の空気を一瞬で自分のものにしてしまう。だが一人になると急に静かになる。騒がしい夜が終わった後、ポツンと黙り込む。そんな姿を見た人間も多かったと言われている。華やかなスターほど孤独が深い。勝新太郎もまたその典型だった。後輩やスタッフへの面倒見は最後まで良かった。困っている人間を見ると助けたい。食事代を全部払う。その場で札束を渡してしまう。そんな豪快な優しさを持っていた。だが人生は順風満帆では終わらなかった。晩年、空港での麻薬事件が世間を大きく騒がせる。
日本中に衝撃が走った。法廷で語ったパンツの中に入っていたという言葉は今も有名な逸話として残っている。スターとしては致命的だった。世間の視線も一気に厳しくなる。それでも不思議と勝新太郎を嫌いになれない人間は多かった。なぜなら彼は最後まで人間臭かったからだった。格好をつけきれない、弱さも隠せない、壊れそうなまま生きている。だからこそ芝居に嘘がなかった。晩年になると勝新太郎の体は少しずつ病に蝕まれていく。がんとの戦いが始まっていた。会見ではいつものようにタバコを吸っていた。豪快に笑い、どこか達観したような空気を見せる。まるで死さえ恐れていない男のようだった。だが実際には裏でタバコをやめていたと言われている。本当は生きたかった。本当は怖かった。破天荒に見える男ほど一人になった時の恐怖は深い。勝新太郎もまた死と向き合いながら揺れていた。それでも人前では弱さを見せきらなかった。最後まで勝新太郎でいようとした。晩年の彼は若い頃より静かになっていた。豪快に笑いながらもどこか疲れた影が見える。長い人生の中で多くのものを背負った男の顔だった。だがカメラの前に立つ瞬間だけは違う。目の奥に再び火が灯る。現場の空気が変わる。スタッフが黙る。周囲が息を止める。その熱だけは最後まで消えなかった。勝新太郎は自分の人生をきれいに見せようとはしなかった。弱さも失敗も孤独もそのまま晒した。だから今も彼の芝居には生々しさが残っている。演技というより本当にそこに生きている人間に見える。豪快で危険で優しくて壊れそうでどこか寂しい、その全部を抱えたまま最後までスクリーンに立ち続けた。だから勝新太郎という存在は今も消えない。静かな闇と燃えるような熱を抱えたまま昭和という時代を駆け抜けた男だった。壊れそうな熱を抱えたまま最後までスクリーンに立ち続けた。その存在感は今も消えていない。あのタバコの会見面白かったです。医者にタバコやめろと言われてると言って会見でタバコを吸ってたあの姿、今でも鮮明に覚えています。それではまた次回の主役でお会いしましょう。